皆さん、こんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは。本日は2024年9月こんな感じです。9日、私団蔵は本日明日と連休をいただきまして、今回は南暑寒別岳ワンデーハイクに行ってきたいと思います。その登山計画、装備をご紹介したいと思います。2024年9月10日、明日ワンデーで登山に行きます。山は南暑寒別岳、標高1296メートル。登山口は雨竜沼湿原登山口、標高550メートル。約3キロ歩くと雨竜沼湿原までは約1時間30分。そして湿原を45分、約 2.8 キロ、フラットな湿原ですね。歩いてちょっとした展望台があります。そこまで行って45分、その上のピークが955メートル標高ですね。そこまでが2時間半ぐらいでしょうかね。距離にして約6キロ弱、標高差400メートル。そこからあと 3.3 キロ、標高差は301メートル。約300メートルの標高差 3.3 キロの稜線を歩いて1296メートル、南暑寒別岳山頂。登山口、朝6時発、湿原入り口7時30分、15分休憩して7時45分発、展望台8時30分、南暑寒別岳山頂10時45分、休憩して11時には下山開始。2時間見て展望台1時、湿原入り口14時、登山口着が15時、6時に出発いたしまして、予定通り行動して午後3時、何かアクシデントがあれば下山時刻は遅くなります。所要時間は9時間。天気は明日は朝晴天、昼ぐらいから曇り、そして夜12時には雨ということで、雨の心配はなさそうですが、標高1200メートル、南暑寒別岳は、暑寒別岳、日本海側の山の裏側に位置している内陸側ですから、大陸側から風が吹くとすれば風裏、稜線に出るぐらいには風は強いかもしれません。そして昼から曇りなら、もしかしたら眺望は望めず、雲の中を山頂登頂。そうなると雨は心配ないのだろうけど、霧や雲の中では霧によってウェアが濡れたりします。そのためにはやはり防水のジャケットは必要。ただ今回は
アークテリクスアルファ SV ジャケット、ゴアテックスプロシェルのアークテリクスハイエンドモデルのジャケットか、考え方によってはポンチョというのは、ツェルト代わりとして幕体を一つ持っておく。この南諸漢別岳、どこかで風をしのぐとすれば、幕体を持つ。シェルジャケットと幕体両方持つべきか、ずっと行動してしまえば防水ジャケット一つで足りる、約500グラムか、十分ポンチョとしてレインウェアザックも濡れずに機能して、これでもむしろスウェルと幕体を一つも行動用のレインウェアとしても活用できるポンチョ、風が強くてもポンチョ。今回はそうですね、シェルジャケットはやめてヘリコンテックスの、ポンチョにします。では、シェルをポンチョに代用するとなると、ウィンドシェルとしては今回オーガニックコットン素材のクレッタルムーセンアンサーウィンドフーデッドジャケット、アンサージャケットです。行動着としては通気性があり、全体的に蒸れずに程よく風を止めるシェルジャケット。こうしたウィンドシェルだとベースレイヤーともう1枚で1日の行動は足りてしまうかもしれません。で、このコットンジャケットが良いのは、濡れると繊維が膨らみ緻密性が高まって、ちょっとした雨なら、あるいは霧雨ぐらいなら防水性を発揮します。どちらにしても発汗するので、内側からの結露はある。それを生地が吸い取り外に放出することでドライキープができる。濡れ方のバランス、雨が降るならポンチョ、それまではシェルジャケットの作戦。明日はそうですね、フーディニのベースレイヤーにしようかな。ベースレイヤーにショートスリーブのバンブーシャツ、ポリエステルと竹繊維のバンブーファブリック、さらっとしていいんですよ。ベースレイヤーだけどちょっと寒いショートスリーブでボディコアを本、それでも寒ければ上にジャケットを合わせる。できたら着替え用にベースレイヤーは一つあって良いと思います。登頂するまでは発汗が強い、新しいウェアに着替えちゃう。下りは最初からさらっとしたベースレイヤーで行動。今の時期でしたら、ボトムは今の時期でしたら、こうしたショートパンツならアンダータイツぐらいは履いた方が良いかな。ちょっともう地肌露出は寒い。
パンツはアーキテレクスのガンマクイックドライパンツ。こちらのライトウェイトナイロンシェルパンツ、ガンマクイックドライパンツ。両側カーゴポケットとハンドポケット、ヒップポケットは全てジッパーがついており、メッシュのポケットはベンチレーションになります。実際の標高差は700メートル。登山口と山頂との気温差、それを考えるとベースレイヤーとシェルプラスアルファライトウェイトなフリースがあっても良いかと。それはどれかをその時その時に着脱して行動する。そしてプラスオンしてレイヤリング、重ね着をする。そして停滞する時の予備の本力までカバーします。そうしたウェアレイヤリングをワンデイのハイキングで持つことによって天候気候に対する安全対策が図れます。ウール混紡のメッシュファブリック、通気性もある。そして部分的にソフトシェルのパネルで耐風性能を上げています。直接地肌にも良い肌触りのクレッタルムーセンフュージンジップフーディー。着丈長めでぴったりとしたシルエット、ベンチレーション機能のハンドポケット。なんといってもこれはフードの耳に当たる部分にソフトシェルを重ねることで耳の冷たさを軽減します。ジッパーがセンターに集まることを防ぐカーブドジッパー。プラスオンでインスタレーション、ライトウェイトな河川中綿。今回の行動気温では必要なさそうですが、ビバークするとなれば本力は必要。バックアップとして1点ウェアを持つことによって軽くてもやはり 500g ぐらいはしますからね。これはどうするか。十分ベースレイヤー、ソフトシェル、ウィンドシェル、ポンチョまで持てばなくてもよいけれども、本日これから午後登山口の雨竜沼湿原にあります無料キャンプ場、雨竜沼ゲートパークキャンプ場、そこで過ごすのには、夜間用に中綿は持ってきます。今回のウェアね、クレタルム線で合わせてみたいと思います。こんな感じで、さらに白を着て、そしてこのように河川中綿、アーキテリクスならアトムフーディー、ニュークレイ FL ジャケット、いいですね。これはトグルで横を止める。クレタルムーセンのデザインの良さはこのように重ね着した時のジッパーの向きがみんな違うんですね。こうでしょ。で今度は逆なんですよ。そしてトグルで止める。これから北海道はぐんと秋の気配が進み、気温も0度を想定した方がいい秋を迎えます。雨竜沼湿原の役場に確認しましたところ、道路も
注意報も出ていません。登山道ではない林道ですねの通行が10月14日までなので、雨竜沼湿原を使う南暑寒別岳の一般的な登山適期は10月14日までということですね。どうですか、このジャケットのフード、あとスタンドカラーの組み合わせ、かっこいいでしょ。それぞれジャケットをパッキングしてみましょうか。インスタレーションジャケット、フロージャケット、これはもう廃盤。シェルジャケット、ジャケットはもう裏返して脱いでアームをね返した方がいいですね。これはそのままフードにロールしてフードに入れておきましょうか。ウィンドシェルジャケットも、これくらいにして、実際に使うときは、風飛んじゃいけませんからね。フードに手をしてロール外して、このまま腕を入れてね、ジャケットの右側パネルをの胸のあたりをこう持ったら、このように外して入れる。強風下でもジャケットを飛ばさない、素早く着る。その畳台がないので、上を畳んで、あるいはそれから出して着る。それの操作性はこのようにご自宅でもトレーニングできますから。ウェアを脱いで腕を返してジャケットを上下逆さまにアームを上げで、センタージッパーを真ん中に三つ折りしてロールしてパッケージ。雨や風ですね。本州でしたら、2000メートル3000メートルなら晴天雨天、天候にかかわらず暴風のボトムとして、あるいはレインジャケットとしてレインパンツは必要ですが、今回雨は想定されないんだが、ポンチョで対応する。なのでシェルパンツはやめます。こちらはベータパンツで、これは廃盤のアルファパンツなんですが、現行はベータ AR パンツにアップデートされています。で、シューズはアークテリクスのエアリオス FL ミッドレイヤーのハイキングシューズか、バーテックスアルパインゴアテックスローカットのテクニカルアプローチシューズか、ビブラムソールのメガグリップ、さらに進化したビブラムソールで素晴らしいグリップ力を発揮する。濡れた木道でも滑らなかったのでなかなかいいんですよ。特徴はソックス状の開口部で雨や泥の侵入を防ぎます。トーションも固め、
一方こちらのエアリオス FL ミッドはミッドカットで、こちらのエアリオス、これはミッドカットでくるぶしまで保護する。そしてこの後ろは結構下がっているので前後のフットワークはいいですね。そして程よく横軸に対して安定感を与えてくれる。こう比較的フロントは広めで、ということはこう走る時の指のこう広げて地面を掴むっていうかな、そういうこう走るトレイルランニングに最適なスピードハイクにも対応するエアリオス。これはちょっとしなやかさがあって反発力の強いミッドカット。実際にはミッドカットシューズはくるぶし保護してくれるので、北海道特に岩や木がもう登山道でこうゴツゴツ出ているようなところ、多少悪路なら足の安全にはミッドカット以上のハイキングシューズですが、私はこちらのバーテックスアルパインローカット、グリップが良いのと、ただくるぶしは出ているので、もう木の根や岩にもう当てたら怪我しますからね。そういう実はちょっとローカットは履き方が熟練してないと危ないんですよ。シングルロードのトレイルランニングでローカットのシューズで走られている方は一般的に多いんですが、岩や木にくるぶしを当てるような走り方は基本しないじゃないですか。だけれども、登山道で少しこうゴツゴツしている木のね、岩の段差でちょっとしたところで足を当ててしまう、そういうことがない歩き方ができるならおすすめ。グリップの良いちょっと硬めのソール、ゴアテックスでぴったりとしたフィット感。ソックスはポイント6のミディアムクルータイプのソックスを登山用に使います。1泊入れればテント、寝袋、マット、調理器具、それがないので、ほぼウェアとファーストエイド、ベアスプレー、水は1リットルと3リットルの4リットル用意します。9時間の予定で途中補給しないのであればこれぐらいあっていい。ただ補給できるのであれば、このハイドラパックは、除菌のできる浄水機能付き、沢水取ってそのまま飲用可能なウォータータンク。1リットルの水で行動できる途中で水が補給できるなら浄水器だけ持っていて、この3リットルはない。ソフトフラスコタイプなので1リットルならその容量だけにしておけば軽量コンパクトになります。ということはもうすでに水だけで4キロ。こちらも軽量な大和道バックパック、28リットル容量のバックパックなんですが、サイドにドローコードがついてまして、今こちらのパックは新しくこういうドローコードなどの機能がアップデートされ、ファブリックの変更もされているモデルになります。あらかじめ広がらないようにドローコードで横幅を調節してあります。インストレーション、ウォータータンク、
そうですね、これファーストエイドは基本こちらと、バンテージは、テーピングは必ずこのラップですね、ベースのラップを巻いてからテーピングをしないと皮膚が剥がれます。過去何度も剥がしたことがあるので、直接テーピングを、巻くのはやめてください。それと伸縮の包帯、コンプレッション付きのコンバットバンテージ6インチとキルギス製の包帯、キルギス語ですからね、いいでしょう。マニアックな包帯、これは軟膏ですね、傷口に塗ります。ノバスコティア・フィッシャーマンのリップバーム、ダクトテープ、これは鎮痛剤なんだろう、これはアイシールド、伸縮包帯、ガーゼと包帯があれば擦り傷大抵その場で処置できます。きれいな水で傷口を流して包帯で圧迫して速やかに病院に行く、それまでの処置がファーストエイド。あとはバンド、テーピングテープ、マスク。今回の参考は、例えばバリエーションルートや沢登り、クライミングのような人が入らないエリアというよりは登山道がちゃんと整備されている山域なので、行動不能になるのは捻挫、骨折までは崖を落ちない限りない。なのでこの装備があれば私は自力で下山できるこれだけ持っておこうかな。どうしてもというならこっちだけでもいいかも。足首のテーピングはこれでいきます。これはフロントポケットに入れておきましょう。1リットルのウォータータンクもフロントポケットに入れておきます。9時間行動1日ワンデーなので、行動食は1日分。1日分の行動食は途中で調達。パンのような明日昼に日持ちする食べ物と朝食と、あと夜は弁当でも買ってね。それとあとは行動食ですね。これはマナバーという焼き菓子。低 GI で給水システムとしてはこのようなハイドレーションシステムもいいんですが、ソフトフラスコを持っていきます。これはファーストエイドの中でもエマージェンシーグッズ。レンズ、これは就航して火をつけることが可能なんですよ。レンズとミラーです。真ん中に穴が開いていまして、太陽光線をこのようにミラーに反射させて V の字のところに光を当てます。そうするとほらピカって、今指の間に光を入れてますのでピカって光ってるでしょ。ミラーで光のサイン、救助要請に信号を送れるミラー。それと実はこのサバイバルミラーには分度器が刻印していますので、この分度器で、どういうことかと言いますと、分度器、山の光稜線を見る、そのために角度を変えるじゃないですか。そうするとその延直線上にその仰角が測れる。自分が見てる山の
ね、ところとの位置の角度を見れる。これはヘリの誘導だとかさまざまなことで、その対象物に対しての仰角、角度、分度器で測れるんですよ。このようにしてね、実際こう顔の状態も見れます。女性ではね、こう汗でなんかこの辺化粧落ちてないかとか、まあ実際にはこう傷口だとかなんだとかいろんなものをこう鏡として使えるさまざまに便利なサバイバルミラーとレンズ、ね、あとはまあライトも十分足元を照らすだけなら、LED のミニライトなんですが広角で近くはもう十分これ一つでいいか、はい、マグライトですね。あとは日よけ用にはハットですね。クレタルム線のティーバーハット、日陰にハット、そしてサイドを上げる、跳ね上げることでこう風をこう抜けていいんですよ。涼しいんです。ティーバーハット、強風な時にはドローコードでジャケットに装着して飛ばされないようにできます。強弱もできます。抜け感の良い、防水性能も良いティーバーハットクレタルム線。本日これからまずは雨竜沼湿原登山口、札幌から2時間40分下道で行けます。いいでしょう。前回雨竜沼湿原展望台までの往復下見をして、その時も山頂は雲の中、今回ももしかしたら雲の中かもしれませんが、雨は降らない天気ということで行ってまいりたいと思います。登山警察署、北海道警察のメールがあります。メールで、記入して送信、登山計画書を出すこと、それと雨竜沼湿原ゲートパークの駐車場は協力金で500円村にお支払いください。エスケープは往復なので、南暑寒別岳山頂11時がたどり着けないなら3時以降になりますからね。11目標の山頂が12時ならば帰りの予定は夕方の4時になってしまいます。なのでまずエスケープは行かないこと、道路状況や気象状況によって具合悪かったら行かないエスケープ。そしてスタートしたら、今回の場合は時間によって引き返すエスケープ。その他にエスケープするルートはないので、登山道を忠実にたどるということになります。そろそろ出発しないと。日暮れ前には
キャンプ場について全泊しておきたいものです。起床は朝4時、薄暗くぐらいからね起きて用意して6時にスタート。9時間のハイク頑張ります。で最後に今の重量、体重計に乗ってみます。もうシューズ履いたままで 63.85。70.5。まあ7キロちょっとプラス食料入れて8キロかな。まあ水がなければ4キロという、デイパックの重量でございます、ね、こんな感じです。雨竜沼湿原登山口までやってまいりました。ここで一泊して早朝からワンデイハイキング登山の始まりとなります。良い天気ですね。星空も綺麗なんじゃないでしょうか。左手にあるのが南所管層ですね。で管理小屋、発電してますね。でトイレ、芝生の綺麗なキャンプ場、いいですね。南所管層、今夜ここに泊まることにしました。先日このガが卵を見つけてたんですが、これは撤去されて、虫がいなくてよかったです。網同士、扉を閉めます。お邪魔します。すごいですね。部屋の中暖かく、給湯室、2階もあるようですね。渡すげ事務室、男子便所、どんな便所でしょう。すごく綺麗な、暖かく清潔綺麗な便所、和式のトイレ、いいですね。電気もつきますね。今夜はここに一人で宿泊。ここですね、渡すげ。ここを使ってくださいということです。電気が空調施設、換気扇が回って、南所管層いいじゃないですか。給湯室ですって。お湯も出るの？調理もできる。水は持ってきたんですが、
加熱する。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。